休みよの旅車を見ていただきありがとうございます。キャンピングカーをこれからも長く乗り続けるためにも欠かせないのが日常の車両メンテナンスです。今回はエンジンオイル定期交換の時期がやってきました。フィアットデュカットベースのキャンピングカーを購入して3度目のオイル交換となります。自家用車であればカーショップやガソリンスタンドなど悩むことなく作業を頼めます。最近は輸入車 OK の看板を出しているお店も結構ありますが、正し書きがあってキャンピングカーを除くというお店も多いのが現実です。キャブコンも含めてピットに入らないかジャッキーアップできないとかの理由でお断りされるかと思います。国産キャブコンやバスコンならディーラーで扱ってもらえますが、デュカトのように並行輸入車はさらに取扱店が絞られてきます。作業に関しては私がご説明いたします。駐車場が左側に傾斜していますので、タイヤスロープを使用して車両を水平にします。こうすることでエンジンオイルの抜けが良くなり、適正なオイル量を補給できる狙いがあります。作業は安全第一。私のデュカトのオートマにはパーキングレンジがないので、ローギアに入れてしっかりとサイドブレーキを引きます。さらに車輪止めは必須です。オイルの話に戻ります。フィアットデュカトのエンジンオイルは ACEA の C カテゴリーに分類され、そもそも ACEA とはヨーロッパベルギーブリュッセルに存在する欧州自動車工業会の略語で、厳しい条件下でのヨーロッパ環境対策性能規格をクリアした高性能クリーンディゼルモーターオイルを使用しています。販売店説明書きの推奨オイルは SAE0W30ACEA。C2 です。ただし同じものが入手困難な場合は同等のスペックのもので代用可能と記入されています。C2 規格はネット通販で5リットルで7000円から12000円くらいで手に入りますが、種類は少ないです。C3 規格だと割と身近なショップでも手頃な価格で入手できると思います。フィアットデュカトオーナーハンドブック245ページにもパワーエンジン対応として SAE5W40ACEA。C3 が適合となっているので、何の問題もないと思います。心配な方は、販売店に確認の上ご使用ください。それでは、実際の作業に入ります。今回の作業ではオイルフィルターは交換しないので、オイルチェンジャーを使ってゲージの穴からポンプで吸い上げます。車体の水平が確認できました。まず、オイルチェンジャーの外径 6mm のストローホースを用意しました。ゲージ棒の長さ分挿入できるかマジックで印をつけます。さて、どうでしょうか？残念ながら15センチ手前で行き止まりですので、これは使い物になりません。続いて 4mm ストローパイプを用意しました。こちらも同じように印をつけます。さて、今度はどうでしょうか？奥まで入りましたね。成功のようです。見ての通り、ストローホースの先にオイルが付着しています。次にオイルゲージの先からオイルパンの底までの距離を想定してストローホースを挿入します。4mm ホースで先端が柔らかいので無理に押し込むと上向きに反り返って十分にオイルを抜ききれない可能性があるので注意が必要です。
オイル注入キャップを必ず開けてください。オイルが抜けやすくする意味がありますが、それよりもエンジン内が真空になってキャップ自体外れなくなる方がもっと困ります。ひたすらにポンピングしてください。ポンプ内が真空になると力の感覚でわかります。オイルが上がってきましたよ。途中でポンピングの追加をしましたが、4ミリのストローホースがネックでオイル抜き取りに50分ほどかかり、抜き取り量は 5.4 リットルほどでした。新しいオイルを入れますが、入れる量が測れるように4リットルオイルジョッキーを使っています。ノズルが長いので給油垂れが少なく済みます。抜き取りが 5.4 リットルなので、同じ量を注入すると間違いがありませんね。今回は目減り分を足して 5.5 リットル注入します。だいたいいいようです。メーターチェック OK。 エンジンを1分ほど回して、エンジン止めてから5分ほど待ってオイルの落ち着いた頃、再度オイルレベルゲージで確認します。はい、適量です。皆さんも機会がありましたら、こちらの動画を参考にしてチャレンジしてみてください。今回見ていただき、ためになったと思える方、または今後機会があったら参考にしたいという方、よろしければ高評価をお願いします。それと、これからも参考にしていただけるような動画を作成してまいりますので、チャンネル登録をお願いいたします。ご意見もお寄せください。また次回もお会いできることを楽しみにしております。